は長谷川の72分の1スケール SU27 フランカーの仮組みを行います。フランカーですね。当チャンネルでは初めて取り扱う機体ですよね。そうなのだ。実はフランカーのキットはレビュー候補が渋滞していて、この長谷川版から順番に紹介していこうと思っていたのだ。渋滞ってどれだけ積んでいるんですか？ 72分の1スケールでは長谷川の SU33 やシリモ系の SU27B、 144分の1スケールでは F トイズ、48分の1スケールではキティホークの SU35 やアカデミーの SU27 が控えているのだ。結構ありますね。この機体は本当に美しいのだ。大型総発で広い主翼に優雅なライン、大好きな戦闘機の一つだと思っているのだ。長谷川のフランカーにもいくつか種類があるわけね。そうなのだ。今回の SU27 は1990年発売、計40のキットなのだ。1989年のパリ航空ショーに登場した基板388をモチーフにしているのだ。あのショーで西側に強烈なインパクトを与えましたよね。コブラ軌道を披露して話題になりました。そうなのだ。1989年のパリ航空ショーでは単座の SU27 と複座の SU27UB が公開され、西側メディアに大きな衝撃を与えたのだ。もちろん初飛行は1980年代前半だけど、西側での本格的なデモ飛行がこの時だったのだ。それがキットカラッシュのきっかけになったわけですね。その通りなのだ。このタイミングで一気に各社がキット化に動いたのだ。長谷川の後発モデルもありましたよね。そうなのだ。2013年に SU33、翌2014年には SU35S を新金型で発売しているのだ。 SU33 は関西型でカナード翼が特徴的、 SU35S は近代化型で水力変更ノズルを備えたタイプなのだ。つまり今回はその最初のフランカーというわけですね。そうなのだ。いわゆる旧キット扱いで現在は定番から外れているのだ。しかもこのキット普通のキット構成ではないんですよね。そうなのだ。当時としてはかなり豪華仕様で、座席や試脚などにメタルパーツを使い、エッジングパーツまで付属していたのだ。1990年当時としては意欲的な内容だったのだ。かなり力が入っていたんですね。それで形状の評判はどうだったんですか？発売時期がソ連崩壊前ということもあって情報が限られていたのだ。その影響もあってか形状にいくつか指摘があるのだ。代表的なのがキシレドームですね。そうなのだ。長谷川版は量産型というより試作機寄りの形状ではないかという意見も少なからずあるのだ。そもそもパリ航空ショーでデモフライトした機番号388も量産原型機とされていて T.41 だったみたいだけどね。当時は資料も限られていましたからね。パリ航空ショーで得た仕様に加えて新しい情報もなかなか出てこなかったりで、実際後年にはレドームを置き換えるアフターパーツも登場しているのだ。で、見た目はちゃんとフランカーですよね。そうなのだ。投稿者はそこまで神経質にならずに進めるつもりなのだ。長谷川以外のキットはどうだったんですか？長谷川より少し早い1988年に韓国のエースホビーキットから発売されているのだ。このキットは後にレベルやスクダホビーにも OEM されているのだ。スクダ版は当時たまに見かけましたね。そして1990年に長谷川版が登場し、翌1991年にはドラゴンに OEM しているのだ。さらに1990年代前半にはイタレリやエアフィックスからも SU27 が発売されたのだ。イタレリはテスターやズベズダにも OEM されましたね。そうなのだ。さらに派生型としてカナード付きの C フランカー系が展開され、タミヤにも OEM 供給されているのだ。つまり1990年前後はまさにフランカーラッシュだったわけですね。冷戦終結直前、西側が初めて本気で性能を認識した機体、その熱気がプラモデル業界にも波及したのだ。歴史的背景も含めて面白いキットですね。そうなのだ。このキットは単なる旧キットではなく、冷戦末期の空気感をまとった存在なのだ。それを踏まえて仮組みしていくわけですね。では早速パッケージの内容を確認するのだ。お願いします。パッケージイラストは春雲の上を飛行中の SU27 となるのだ。パリ航空ショーの機体ですね。箱の中身はグレーのランナーが5枚、メタルパーツが7パーツ、エッジングパーツが1枚、透明パーツが1枚、デカール1枚、組み立て説明書、それに塗装図も付属しているのだ。
マーキングは1種類、ソビエト軍戦闘機とあってパリ航空ショーでの機体となるのだ。なるほどね。部品点数はメタルパーツとエッチングパーツ含めて全部で136点。部品点数はかなりあるわね。それでは長谷川の72分の1スケール SU27 フランカーの仮組み始めるのだ。最初に操縦席なのだ。ふむふむ。操縦席は全部で5パーツ。操縦席床と座席、サイドパネル、操縦桿となるのだ。サイドパネルはエッチングで再現するかデカールで再現するかの選択式となるわけね。この他にも胴体に接着するケーキパネルもあるのだ。こちらもエッチングかデカールの選択式となっているのだ。パイロットがついてませんね。ついてないのだ。次はエアインテークですね。エアインテークは2個組み立ててそれぞれ6パーツ構成なのだ。ここもエッチングパーツを使う部分があるわけね。そうなのだ。次はエンジンですね。総発エンジンなのでこちらも2個組み立てる。それぞれ3パーツ構成で間にエッチングパーツを挟む構成なのだ。こちらはこんな感じですね。次は主翼水平尾翼胴体なのだ。いわゆるしの字ですね。このキット胴体と主翼が一体となっているのだ。最近よく見かける構成ですね。まずは胴体主翼かパーツの穴開け加工から始めるのだ。全部で12箇所あるわけね。穴開け加工が終わったら今度は上パーツにパーツを接着するのだ。ケーキパネルと操縦席後部ね。そしていよいよ胴体主翼の貼り合わせとなるのだ。胴体主翼は上下分割で2パーツ構成。操縦席を挟み込んで接着。貼り合わせたら先端にレドームと気筒管ね。先ほど作ったエアインテークも取り付けるのだ。胴体主翼のモールドはどうでしょうか。大モールドとなる長谷川らしい表現かなと思うのだ。次は水平尾翼ですね。水平尾翼は左右それぞれ1パーツずつとなるのだ。切り出したら胴体に差し込めば終了なのだ。次は垂直尾翼ですね。垂直尾翼は2枚なので2セット作る。それぞれ2パーツ構成となる。出来上がりはこんな感じですね。次はクリアパーツや足回りなのだ。ふむふむ。キャノピーは前後分割式なので開き状態と平状態を選べるのだ。可動を生かした展示もできるわけですね。そうなのだ。しかもこのキットキャノピー内部に取り付けるパーツが意外と多いのだ。バックミラーや後部の内部フレームですね。そうそう、当時のキットとしてはなかなか気合が入っている構成なのだ。透明度はどうでした？このキットのキャノピーは断面がオメガになっている。そのためか見た目ほど厚ぼったさは感じにくく、クリアパーツとしてはなかなか優秀な部類なのだ。なるほど、立体的に成形されているわけね。ただしその構造ゆえに中央付近にパーキングラインが入っているのだ。そこは処理が必要というわけですね。そうなのだ。コンパウンドなどで丁寧に消してあげると透明度がさらに向上するはずなのだ。次は足回りですね。まずは左右の主脚から。主脚はタイヤとメタル製の脚本体の3パーツ構成なのだ。金属脚というのがこのキットの特徴ですね。そうなのだ。フランカーは機体が大きく完成後の重量もそれなりにあるので金属足は理にかなっていてプラ脚より安心感があるのだ。さらに足カバーもありますね。主脚コカバーも別パーツで付属する。ここも接着精度が見た目に直結する部分なので丁寧に合わせたいところなのだ。次は前脚ですね。前脚は少しパーツが多くてメタル製の脚本体にタイヤ、ランディングライト、支柱などがつく構成なのだ。前脚周りは情報量が多い部分ですものね。そうなのだ。ここも金属パーツを使うので接着剤の選択は重要かな。強度を優先するならエポキシ系が安心かもしれないのだ。細かい外装パーツもありますね。まず胴体上面にはエアブレーキを取り付ける。こちらは開閉選択式なのだ。展示状態に変化をつけられますね。胴体下面にはベントラルフィンを左右2枚取り付けるのだ。機種周りも細かいですね。機種左右には迎角センサーを取り付ける。非常に細いパーツなのでここは最後に慎重に取り付けたいところなのだ。アンテナ類もありますね。胴体上部のアンテナも別パーツなのだ。こういう突起物が増えると一気に実機感が増すのだ。最後は武装ですね。このキットの見どころの一つで主翼下には多数のミサイルを装備できるのだ。 R73 や R27 あたり。そうなのだ。短距離用の R73 と中距離用の R27 が付属している。当時の SU27 としては標準的な構成かな。かなりフル装備にできますね。そうなのだ。最大で8発装備できるので武装満載状態にすると迫力があるのだ。
情報量が多くて作り応えがありますね。では終わりに総評なのだ。今回は長谷川の72分の1スケール SU27 フランカーの仮組みレビューをお届けしたのだ。仮組みしてみて率直な感想はどうでしたか？1990年発売、まだソ連崩壊前という時代背景を考えると、限られた仕様だけでここまでフランカーらしいシルエットをまとめてきたことに素直に驚いたのだ。全体のプロポーションはしっかりしていると感じたのだ。パーツの合はどうでしたか？36年前のキットとは思えないくらい基本的な合は良好だったのだ。ただしやはり古い金型なので、軽いすり合わせや段差処理は前提と考えた方が良さそうなのだ。モールドも繊細でしたね。そうなのだ。繊細なモールドが入っている分、合わせ目消しの際に消してしまわない要注意が必要かな。丁寧に扱えば十分活かせる内容だと思うのだ。足回りはメタルパーツでしたね。そこは当時としては豪華な仕様だったと思う。重量級の機体だからこそ金属脚は安心感がある。ただし瞬間接着剤やエポキシ接着剤を使う必要があるので、初心者には少しハードルが高いかもしれないのだ。エッチングパーツもありましたしね。透明パーツ周辺にエッチングを取り付ける工程もあるので、工作経験がある人向けの側面はあるのだ。ウェブ上でよく言われている指摘は、やはり有名なのはレドーム形状。断面がやや細くシャープ寄りで尖り気味と言われてたりする。そのため差し替え用のレジンパーツがサードパーティーから出ていたりもするのだ。情報が少ない時代ならではですね。そうなのだ。1989年のパリ航空ショーでの公開直後というタイミングを考えれば、ある意味時代を切り取ったキットとも言えるのだ。マーキングは1種類だけでしたね。基板388の1種類のみ、バリエーションは少ないけれど当時の象徴的な機体を再現できるという意味ではテーマ性は明確なのだ。現在だと選択肢はかなり増えていますよね。そうなのだ。長谷川自身も後年 SU33 や SU35S を新金型で出しているし、海外ではズベズダ、グレートオールホビーなどから精度の高いキットが出ている。純粋な出来で言えば最新キットの方が上なのは間違いないのだ。じゃあこのキットの立ち位置は？完成度だけで選ぶキットというより、1990年当時の西側が見たフランカー像を味わうキットだと思う。冷戦末期の空気を感じながら組む資料史的価値も含めた一箱なのだ。歴史込みで楽しむキットですね。そうなのだ。最新キットとは違う方向性の魅力があるのだ。ではでは動画を最後までご視聴していただきありがとうございますなのだ。チャンネル登録と高評価をお願いしますなのだ。次回以降も飛行機プラモデルのレビューを続けていくのだ。ではバイバイ。